皆さんお疲れ様です。沙織です。私は現在シドニーのグローバル IT 企業でソフトウェアエンジニアとして働いています。今後このチャンネルでは海外就職に関する役立つ情報やシドニーでの日常生活について発信していきますので、よければチャンネル登録していただけると嬉しいです。今回はよく個別に質問いただくワーキングホリデービザからスポンサーシップビザを取得するまでに至った経緯や経験したこと、気をつけていたこと等をシェアしたいと思います。こちらはあくまで自己個人の経緯や経験になるので、全ての人に当てはまるわけではないかと思うんですけれども、似たような経験を持つ方の少しでも参考になればいいなと思います。ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。早速本題に入るのですが、まず最初に実際に私がスポンサーシップビザを取得するまでのプロセスについてお話しいたします。ざっくりとした流れはこんな形です。最初2023年6月にワーキングホリデービザにてオーストラリアに入国しました。ここからすぐに IT 企業への就職活動を始めて、たくさん、アプライをしました。やっと8月ですね、2ヶ月経った時点で面接に呼んでいただけるようになって、そのうちの会社の一つが現在勤めている企業になります。最初の雇用形態はパートタイム契約だったんですけれども、使用期間が3ヶ月と決められていて、3ヶ月間をパスしたら正社員に昇格できるといったような契約内容でした。3ヶ月間の使用期間ですね。こっちで言うとプロビジョニング期間っていうんですけれども、それをパスして無事正社員になることができました。で、ここで皆さんが気になるポイントだと思うんですけれども、ワーキングホリデービザは6ヶ月以上を超えて同じ雇用主の下で働くことができないっていう決まりがあるんですけれども、そこに関しては面接時には自分からあえて触れていなかったです。3ヶ月のプロビジョニング期間を経て、12月の頭あたりに1回ボスの方からビザの状況はどうかという質問が来ました。というのも、面接時点で自分はオーストラリアに残りたい、この会社で働き続けたいので、ビザに関して自分で努力していきたいっていう風な意思を見せておりました。そのための確認をもらいましたが、その時点で自力で申請できるビザっていうのが、オーストラリアのセカンドワーキングホリデービザを取る、ファームであったりとか特定のホスピタリティの仕事を一定期間行うことで発給されるビザなんですけれども、それを取るか学生ビザを申請して残るかしか自分の中にはなかったんですね。この2つとなると、1つ目はシドニーから離れて特定の職種をしないといけないので現実的に不可能でした。また学生ビザに関しても週に24時間しか働けないといった規制があるので、なかなか厳しいなといった状況でした。ここから不安になってクビになるんじゃないか、5ヶ月働いてもうビザはもらえない、さようならってなるんじゃないかっていうふうに思ってました。なんと1月30日にマネージャーの方からメールが届いて、Hey 沙織、ビザはどうなったんだ、働き続けられるビザは持っているのかっていう風に聞かれて、このまま沙織を引き止めたいのでビザ申請のプロセスを進めてくれという風にファーのメールが来ました。はい、ここでアフレコにて補足させていただくんですけれども、私が実際に取得したビザはテンポラリースキルドショーテージビザミッドタームというもので、承認されたスポンサーの下で最長4年間働けるビザとなっています。ここで重要なのが、オーストラリアが定めた職業リストに載っている職種であることが条件の一つとなっております。またかつ申請条件としてその職業の関連業務経験が最低2年以上あることが条件になっています。私の場合は最新のレジュメを提出して2年以上の経験があることを証明したので、前の会社にリファレンスを書いてもらったりといったことは求められませんでした。英語要件に関しては後ほど詳しく触れたいと思います。続きまして、自分がスポンサーシップビザをもらうにあたって意識していたこと、実際に行動したことについてシェアしたいと思います。まず一つ目、自分が勝てる戦略プランを立てることです。これは具体的にどういうことかというと、
スポンサーシップビザをもらうということは、ある程度企業側が自分を必要とする理由が必要だと思います。というのも、オーストラリアでは移民規制法っていう決まりがありまして、オーストラリア人ができる仕事はなるべくオーストラリア人に任せよう、チャンスを与えようっていう決まりがあります。そういった中で仕事を取り合っている状況です。ご存知の通り、現在いろんな国からオーストラリアにワーキングホリデーであったりとか移住しようとしてきている外国人の方がたくさんいます。そういったライバルたちに自分が勝ってスポンサーしてもらわないといけないので、自分の強みっていうのをまず把握する必要があるなと私は考えました。そこで私が具体的にやったことは、日本にいる間に自分の職歴を洗い出して強み弱みっていうのを日本語でまず書き出しました。さらに第三者ですねの力を借りることも大切だと思っています。こういう経験をしたんですっていうのを相手に伝えて、大したことないと思っていてもそれが評価してもらえる可能性があります。それに気づけるっていう面でも第三者にお願いするのは有効かなと思います。私は海外就職のサポートをしているコンサルタントの方にお願いして一緒に履歴書の棚卸しを行いました。それをした上で英文の履歴書を作成しました。続きまして2つ目です。2つ目はビザに関する情報収集をすることです。まず私がしたことは2つあります。1つ目がオーストラリアに入国する前の準備段階でできることです。というのもスポンサーシップビザをもらうために必要な書類がいくつかあります。こちらに関してはご自身で調べていただければと思うんですけれども、私が申請した時点ではこちらの書類が必要でした。特に自分が用意しておいてよかったなと思ったのが英語力証明書です。スポンサーシップビザを申請するにあたって英語力の証明が求められます。オーストラリアに入国する前に IELTS6.5 を取得してから入国しました。こちらが私の取得したビザに対する英語資格の条件になります。私はこの中で IELTS を選択しました。オーストラリアに来る前にフィリピンの語学学校で IELTS の対策を3ヶ月して IELTS スコア4から 6.5 を取得しました。フィリピン留学や IELTS の対策についても今後動画を作成したいと思っているので、他にも気になる情報があればコメントで教えていただけたら嬉しいです。また IELTS や TOEFL、ケンブリッジに関しては日本でも馴染みがあるかと思うんですけれども、 PET も最近メジャーになってきていて、周りでも勉強している人、受けている人が多いようなイメージになります。その他書類についても補足させていただきます。2つ目の質問票に関してはいろいろな質問項目があるんですけれども、中でも過去10年間の住所を記載する項目がありまして、たくさん引っ越しをされた方などは事前に住所を控えておくと便利かなと思います。またワーホリで入国してからも引っ越しが増えるケースが大いにあるので、私も記録しておくべきだったなと思いました。同様に過去10年間に旅行を含め滞在した国も記載する必要があるので、こちらも思い出してメモしておくと後々便利かなと思います。犯罪証明書はオーストラリア現地の日本大使館に行って申請するものになります。大使館の予約をまず取って、その予約日に申請書を記載して提出して、その場で指紋を取るという流れになります。その結果を日本に郵送して2、3ヶ月程度待って、それが日本から送られてくるという流れなので、これが一番時間がかかるフェーズかなと思います。私もビザの申請がこれのせいでギリギリになったという経験があります。ビザサポートしていただけることが決まったらすぐに大使館の予約を取ることをお勧めします。続きまして学位証明書に関しては、学部卒なので大学に申請をして後日郵送されてきた形になります。日本にいる間に申請をして申請書をスキャンして電子データとして持っておいたので、スムーズに提出することができました。他の国の就活やビザの申請時にも求められた経験があるので、こちらも準備しておくとスムーズかなと思います。またパスポートに関しても事前にカラーコピーをしてスキャンして電子データとして持っておくといろんな場面で便利なので、こちらもおすすめです。最後3つ目は信頼を得るために日々の業務をコツコツ頑張ることです。こちらはと言わなくても皆さん想像できるかと思うんですけれども、信頼を得なければスポンサーシップビザは絶対にもらえません。なので具体的に仕事面ではこのようなことを意識していました。
それ以外でもお昼休みの時間オフィスで積極的にメンバーとコミュニケーションを取ったりとか、会社でイベントが開催された際には必ず出席をする。またボスの誕生日を覚えていて当日にちょっとしたギフトをあげたりとか、これはちょっと必ず必要なわけではないと思うんですけれども、こういった形で会社の一員にいち早くなれるようにと行動していました。以上が私がスポンサーシップビザをもらうにあたって意識していた3つの点になります。ここからはプラスアルファになるんですけれども、海外で就職活動をしているとメンタル的にも体力的にもきつい場面が出てくると思います。そういったところで大切にしていた自分のマインドセットがあります。それはプラン B を常に考えることです。例えばある目的があってこうしよう、プラン A は絶対皆さん考えると思うんですけれども、それがダメだった時のプラン B っていうのを常に持っていくことで A がダメでも B ができればいいやといったような精神的にも次のアクションを取るのにもスピード感を持って進めていけると思うんですね。私の場合は絶対にオーストラリアで働きたい、住みたい、永住したいっていった強い気持ちはまだそこまでなかったので、オーストラリアが無理だったとしても違う国、ワーキングホリデーであったりとか日本にいる間に就活をして違う国でまたチャレンジしようっていう風に思っていました。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。最後までご覧いただきましてありがとうございます。この動画が良かったと思ってくれた方はいいねとチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイ。